ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 サウジアラビアグランプリ予選、フェルスタッペンがポール、角田裕毅は9番手で2戦連続リカルドを上回るの話題です。サウジアラビアグランプリ予選でレッドブルのマックス・フェルスタッペンが圧倒的なパフォーマンスを披露し、2戦連続のポールポジションを獲得しました。ビザキャッシュアップ RB の角田裕毅選手は9番手、チームメイトのダニエル・リカルドは14番手と、角田選手は2戦連続でリカルドを上回りました。予選結果と角田選手やフェルスタッペンの予選後のコメントを紹介します。またレースには直接関係ないのですが、レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコがレッドブル社から情報漏洩を疑われてサウジアラビアグランプリを最後に出場停止になる可能性があるという噂があり、フェルスタッペンは予選後の記者会見でマルコについてコメントしています。サウジアラビアグランプリ予選でフェルスタッペンはジッタで完璧なドライブを見せて、フェラーリのシャルル・ルクレールに 0.3 秒差の1分に17秒472を記録しました。カルロス・サインツに代わって急遽フェラーリに乗った18歳のオリバー・ベアマンはわずか 0.036 秒差で Q3 進出を逃したものの、コースインする数時間前に代役要請を受けたことを考えれば11番手という結果は素晴らしいものでした。アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは予選 Q3 の最終アタックでルイス・ハミルトンを巧みにかわし、ポールポジションからコンマ1秒差の4番手でした。オスカー・ピアストリはマクラーレンのチームメイトであるランド・ノリスを2戦連続で上回り、マクラーレン勢がグリッド3列目を確保しました。ビザキャッシュアップ RB の角田選手は予選で素晴らしいパフォーマンスを見せてチームメイトのリカルドを上回る9番手を獲得しました。過去12戦で2度目の Q3 進出を果たしたアストンマーティンのランス・ストロールが10番手でした。さらにその後方ではニコ・ヒルケンベルグがトラブルでセッションを早々に終えました。アルピーヌの苦境は続いていて、ザウバーも Q1 敗退となりました。サウジアラビアグランプリの予選で角田選手は勝者としてプラネット F1 が次のように評価しています。バーレーンでのチームオーダー論争に対する角田裕毅の不満の多くは週末の大部分において角田裕毅の方が速い RB ドライバーだったという事実から来ているのではないかと思われる。戦略的な運命のいたずらによってダニエル・リカルドがレースの最後のラップで彼より速かっただけだ。全身から怒りが消えた角田はジッタでのポイントをしっかりと叩きつけようとしていたかのようで、2週連続でリカルドを 0.5 秒という圧倒的な差で上回り Q3 進出を決めた。角田選手はすでに速さにおいてリカルドを上回っています。どうしてバーレーングランプリでチームオーダーが不評だったのか。理不尽な戦略でリカルドを角田選手の前に出したチームへの不満でしたね。リカルドは敗者としてプラネット F1 が次のように評価しています。角田に1周でも遅れを取り続ける限りフェルスタッペンと並んでかつてのシートを取り戻すことは急速に失われつつある夢だ。予選後の記者会見でフェルスタッペンにマルコに関して次のような質問がありました。モータースポーツマガジンのクリスチャン・メナス記者は、ヘルムート・マルコはこれが最後のレースになるかもしれないと語った。これはあなたにとって何を意味しますか。またあなたの将来に何らかの影響を与えるでしょうかと質問しました。フェルスタッペンは次のように答えています。そうだね、僕としてはヘルムートのことを尊敬しているし、一緒に成し遂げたことはとても大きなことだ。そしてもちろん彼への忠誠心はとても大きい。そしてまたチーム内のみんな、上層部のみんなにも彼は将来にわたってチーム内でも常に私の意思決定の重要な一部であることを常に表明してきた。だから彼がチーム内に泊まることはとても重要だ。もちろん
他のみんなも含めてね。もし重要な柱が抜けてしまったら、それは僕の立場にとっても良くないことだ。だからそうだね、僕にとってはヘルムートは絶対に残らなければならない。彼は初日からディートリッヒと共にこのチームを作り上げてきたし、彼は常にチームやチーム内の全員にとても忠実で、昔からのポジションを維持できるようにしてきた。もちろん彼がしてきたことに敬意を払うこともとても重要だと思う。そしてそれは忠誠心や誠実さにもつながる。だから彼がチームの一員であり続けることは僕にとっても重要なことなんだ。フェルスタッペンはレッドブルにとってマルコの存在の重要性を十分に認識していて、チームの崩壊を明らかに恐れています。今後もしマルコがレッドブルを離れた場合、フェルスタッペンの去就はさらに注目を浴びることになりそうです。それでは2日目予選の角田選手とリカルド、車両パフォーマンス責任者のギヨーム・デゾリューのコメントです。続いてレッドブルのフェルスタッペンとペレス、チーム代表のクリスチャン・ホーナーのコメントを紹介します。ビザキャッシュアップ RB 角田裕樹予選9番手、僕たちはやり遂げた。今日はとてもハッピーだ。チームは素晴らしい仕事をしてくれて、いいマシンを用意してくれた。難しいレースになることは予想していたが、車からできるだけ多くのパフォーマンスを引き出せるよう自分自身に集中した。今年最初の Q3 だし、今後に向けてさらなる自信を得ることができた。今日はとても楽しめたが、明日は簡単ではないはずだから、今はレースに集中する。経験豊富なスタッフがたくさんいるので、自分たちのパッケージを最大限に生かしてポイントを獲得できると確信している。ダニエル・リカルド予選14番手、とても悔しい予選だった。バーレーンの時はもっとタイムがあると思っていたから、自分自身に対してもっとフラストレーションが溜まっていた。どこにタイムがあったのかは分かっているけれど、あのセッションでどうやってタイムを出せたのかは分からない。予選に臨む自信はあったし、マシンのフィーリングも良かったのに、2本目でミスをしてしまった。それでも僕たちはまだ戦いの中にいた。 Q2 に入るとみんなラップタイムを縮めていったが、僕はそれ以上タイムを縮めることができなかった。アンダーステアやオーバーステアの問題ではなく、他のマシンに比べてグリップが足りなかったんだ。勇気はよく頑張ってくれた。本当に素晴らしかった。明日のことを考えると、いくつか分析したい部分があるので、それを調べてレースでもっとパフォーマンスを発揮できるようにしたい。ギヨーム・デゾリュー車両パフォーマンス責任者、テレメトリーデータの分析やシミュレーターでのセットアップ変更のテストなど、木曜日の夜は忙しかった。中盤が非常にタイトになることは分かっていたし、予選の結果はカーバランスが取れているか取れていないか、クリーンラップを取れているかどうかで大きく変わってくる。2台ともミディアムタイヤでフリー走行3回目をスタートし、一晩で変更したセットアップを確認することを目的としたが、路面コンディションは少し違っていた。その後マシンの挙動を見極めるため、セッション終盤はむしろソフトタイヤに集中した。予選セッションは非常にうまくいき、勇気は Q3 進出を果たし、ストロールを抑えて9番手につけた。マシンのフィーリングはセッション全体を通して安定していたし、一周に集中してトラフィックウィンドウを確保し、路面の進化にバランスを合わせるというプランもうまくいった。ダニエルはある程度のマージンを持って Q2 進出を果たしたが、残念ながら Q3 には進めなかった。彼にとってはラップをまとめるのが難しく、ターン4などいくつかのコーナーが難しかった。今夜は戦略シミュレーションを行い、レースで最も可能性の高いシナリオを明確にする。直前のマシンは若干速いが、
ジェッタは波乱のレースを展開する可能性があるため、ここで今季初ポイントを獲得することが目標だ。レッドブルマックス・フェルスタッペン予選ポールポジション。今日はとても楽しかったよ。車は運転していて本当に気持ちよかったし、昨日からいい方向に進んでいる。一晩でマシンを少し改良し、素晴らしいセットアップで臨んだから、高速コーナーを攻めることができたし、ワンラップのパフォーマンスも向上した。このコースでは自分の自信のレベルやどこまで自分のリミットに近づけるかによって大きく変わってくる。予選全体はとてもうまくいっていて、特に Q2 と Q3 での最初のラップは素晴らしかった。今日を誇りに思うし、明日のレースを楽しみにしている。チームとしてはマシンにもレースペースにも満足しているし、今日は本当に自分たちのペースがつかめた。チーム全体が素晴らしい仕事をしてくれた。セルジオ・ペレス予選3番手。フロントローを確保できればよかったけれど、明日はいいポジションで戦えると思う。木曜日はポジティブだったけれど、予選は残念ながらそうではなかった。一日を通して昨日ほど良くなかったし、タイヤの準備やバランスもベストではなかった。その原因を理解し見直さなければならないが、車に施したことはレースで僕たちがより強くなることを意味するはずだ。できるだけ早くシャルルをパスして集団の中に入ることが重要で、特に DRS ゾーンでは早い段階で前進することが重要になると思う。僕たちのレースペースはフェラーリよりも強いと信じているけど、デグラデーションが効いて状況があっという間に変わってしまうこともある。ここでは常にチャレンジが必要だが、オーバーテイクしてレースを展開することは可能だし、僕たちの前には長い道のりがある。クリスチャン・ホーナーチーム代表マックスが34回目のポールポジションを獲得したのは素晴らしかった。 Q3 ではポールポジションを獲得するのに十分なラップを2周も走った。明日の決勝でチェコが3番グリッドを獲得したのは素晴らしいことだし、レースに向けていいポジションにつける。明日はここジッタのストリートでタフな戦いになるのは必至で、他のチームも強そうだが、チームとマシンに大きな自信を持っているし、レースペースも良さそうだ。 F1 サウジアラビアグランプリ予選フェルスタッペンがポール、角田裕樹は9番手で2戦連続リカルドを上回るの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。